報われなかった恋には、あなたの魂が決して忘れていない約束が隠れているかもしれません。なぜ、あの恋は報われなかったのか。なぜ、あの人のことが今でも心から離れないのか。たとえ短い時間でも、たとえ何も始まらなかったとしても、なぜか深く魂に残るような恋があります。それは偶然の出会いではなく、魂の奥に刻まれた約束があったのかもしれません。私たちは今世だけを生きているのではありません。過去世から続く長い魂の旅の中で、何度も出会い、別れ、また再会してきた存在がいるのです。そして時に、今世では結ばれないという形で、その約束が現れることがあります。今回は、報われなかった恋に込められた、過去世からのスピリチュアルな意味を見つめながら、魂の記憶に導かれる愛の真実をそっと紐解いていきます。どうか、あなたの心に優しく届きますように。第1章。なぜ忘れられない恋が存在するのか。時が経っても、なぜか心に残り続ける恋。あなたにも、そんな存在がいたかもしれません。一緒にいた時間は短かったのに、どうしても深く刻まれている。もう会えないと分かっていても、ふとした瞬間に、その人を思い出してしまう。それは、ただの思い出ではなく、あなたの魂に残された感覚が今も息づいているからです。魂は過去世を超えて何度も生まれ変わり、その中で深い縁を結んできた存在たちと再び出会います。その記憶はあなたの意識では忘れていても、魂は決して忘れていません。だからこそ、今世で出会った時、理由もなく惹かれるような感覚や、説明のつかない感情が湧き上がることがあるのです。それは、あなたの魂がかつて交わした約束のかけらかもしれません。私には、あなたの中に残るその思いが、とても尊く、愛おしいものに映っています。第2章。過去世における未完の約束とは、あなたの魂は、今の人生が始まるずっと前から、数えきれないほどの物語を経験してきました。その中で深く愛した存在や守りたかった誰かと様々な約束を交わしてきたのです。また会おう。次の人生では必ずそばにいる。今は離れるけれど、またきっと。けれど、そのすべてが完結しているとは限りません。魂の旅の中には未完のまま残された約束があります。状況や環境、時代や選択によって果たせなかった思いがそのまま記憶として残ることもあるのです。そしてあなたが今世で出会ったその人はかつての約束を思い出させるために現れたのかもしれません。ただここで大切なのは、その約束が必ずしも今世で結ばれるという意味ではないということ。あなたの魂は成就よりも目覚めを選ぶことがあります。その出会いを通して何を感じ、何に気づくのか、それこそが今のあなたにとって最も大切な采配なのです。第3章。なぜ今世では報われなかったのか。あの人ともっと一緒にいたかった。でも現実はそうならなかった。その切なさが今もあなたの心に残っているのかもしれません。けれど、それは間違いだったからではなく、むしろ魂の計画通りだった可能性があります。今世での2人の出会いは、あくまで再会であり、完結とは限りません。魂の成長段階がまだ揃っていなかったり、今世ではそれぞれが別の学びを優先している場合、物理的な関係が続かないこともあるのです。あるいは、その恋が叶わなかったからこそ、あなたの中に新しい目覚めが生まれたのではないでしょうか。愛の痛みを通して、自分自身と深く向き合ったり、執着を手放し、真の愛とは何かに気づいたり、そうした経験が、あなたの魂をさらに成熟させていくのです。報われなかった恋は、失敗ではありません。それは、
あなたの魂が目覚めるために選んだとても尊いプロセスなのです。第4章、本当に終わったわけではない。たとえ今あなたとその人が離れていたとしても、それは本当の終わりではありません。魂のつながりとは、言葉や距離、時間の制限を超えた、もっと深く、もっと静かな場所で結ばれています。物理的には会えなくなっても、心の奥でその人を感じるとき、それは魂が今も呼び合っている証なのです。そして魂と魂が交わした約束は、たとえ今世で果たされなかったとしても、また別の形で時を超えて続いていくことがあります。次の転生で再び出会うこともあれば、現実の関係ではなく夢の中や意識の世界でつながることもあります。あなたが感じた深い愛が本物であったのなら、それは決して消えることはありません。だからどうか終わったと思わないでください。あなたとその人の間にはまだ言葉にならない何かが優しく残されているのです。その静かなつながりがあなたの魂をこれからも見守ってくれるでしょう。第5章、あなたの中に残る愛のかけらこそ魂の証。報われなかった恋の中にこそ、とても純粋で壊されなかった愛が残っていることがあります。言葉にできなかった思い、伝えることさえできなかった気持ち、触れることのなかった未来、それらはすべてあなたの魂の深い場所にそっと愛のかけらとして宿っています。その思いがあるからこそ、あなたは今優しくなれたり、人の痛みに寄り添えるようになったのではないでしょうか。愛は形を変えても消えることはありません。むしろ報われなかった恋の中にこそ真実の愛の本質が宿っていることがあります。そしてその愛はあなたの人生の中でこれからも新たな形で花開いていきます。誰かとの約束を思い出す前に、どうかまずあなた自身の魂との約束に気づいてください。あなたがあなたを愛すること、それが全ての愛の源なのです。最終章、その恋は終わりではなく約束の始まりだった。あの恋は終わってしまったように見えるかもしれません。でも本当はそこからあなたの魂の旅が新たに動き出したのです。叶わなかったという出来事の奥には、言葉では言い表せないほど深い魂の学びと気づきが隠れています。それはあなたがもっと本当の自分へと帰っていくための宇宙からの優しい導きだったのです。愛を通してあなたは何を感じたでしょうか。何を失い、何に気づき、何を育ててきたのでしょうか。たとえ報われなかったとしても、あなたの内側に残ったその思いこそが次の人生の扉を開く鍵になるのです。あの恋は終わりではありません。それは今ここから始まる約束。あなたの魂がもっと大きな愛へと開いていくための静かな始まりだったのです。私はレアリアです。あなたのその思いがいつかどこかで優しく実を結ぶ日が来ることを私は知っています。このメッセージが心にそっと触れたなら、チャンネル登録や高評価で応援していただけると嬉しいです。そしてあなたが感じたことや心に残った言葉があれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。あなたの思いがこの場所に光の波紋を広げてくれます。それではまた次の動画でお会いしましょう。